改めて14です。今回はクイーンワークステファニア vs アクセプタンスというわけでね、こちら EW になってます。ファイナルステージ入りまして、いろんなね、長い予選があったんですけど、グループステージを勝ち上がった結果、こちらトーナメントの方に勝ち上がりまして、そのアッパー、ウィナーズブラケットの方の、今ね、多分ね、トーナメント表表示してると思うんですけど、クイーンウォーカーズとアクセプタンス、逆サイドがトライブゲーミングとストラットというわけでね、この4チームがウィナーズブラケットの方ね、勝ち上がりまして、この試合に勝つと順調にベスト4に上がりまして、負けた場合は下で待ち構えております。僕らの場合だと QSFN ですね。僕らがこの試合に負けた方が QSFN と試合。逆サイドのトライブとストラットの負けた方は VN トンピナイと試合をするという形になっております。これもね、かなりね、でかくてね、EW ってクイーンウォーカーズもね、昔から結構関わりのある大会ですのでね、もうね、ここの6チームまで来てますので、優勝を目指して頑張っていきたいと思います。早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。先行クイーンウォーカーズでガクからライトニング5発型51の天才のクイヒーライダーというわけでやっていきましょう。他の動画でも何回も言ってるし、特にね、わざわざ言う必要もないんですけど、今の環境はシングル IT がね、タウンホールの横に置かれてることが多くて、それをどうするのがいいかっていうのの解決策の一つに、そもそもライトニングで壊しちゃうっていうところですね。特に今回の場合は、安いパが2本ともタウンホールの方向いてないんですよね。多分9時からライダー回していくことになると思うので、食い火に対してもどうだろうな。9時、12時でもいいのか別に。でもサイドカットしてるからどうするか、ちょっと見ていきたいところですね。キングロイ9時ぶち込むとか、そういう何かもしてくるかもしれない。どっちにしろ安いがね、もうこの食い火の入りした感じで、こっちから行くこともできるし、いろんなところからできるっていうところでね、ライダーの幅が広いですね。さあ、今のバルーンでホーミング。最大3つ見えましたね、今ので。さあ、アーチャーカットまで細かく入れております。こんなにライダーでカットする必要ないから、キングスタートしていって、スニコブ。キングロイちゃん始まりそうかな、そうなると。クイーンでそっち見るってなると、ここはフリーズポイズンではなく、もうシンプルに避けましたね。体で避けていきました。ちょっとヒーラーがダメージを受けてしまいますが、ポイズンをロイヤルチャンピオン合わせていくことで処理。キングロイちゃん、ストライカー、ウォールブレーカー真ん中多分そうよね。投げれないよね。どっちにしろ投げれないな、今のは。さあ、10時からライダーパートスタートしていきつつ、ボマーが強いですね。さあ、ストライカーも添えていって、ロイヤルチャンピオンが真ん中マルチを。クイヒが本来届きたかったところなんですが、さあ、ちょんとクイーンを触っていきまして、フィニッシュ。さあ、最終区画フリーズが2発あるので、大量のドラゴンライダー。強いね。ライダーの仕事がね、そんなに多くないからね、初手トームでぶっかましてるから、彼らのやることってここから HP が削られてくるんですけど、もう十分だよね。5体編成だったよね、確か。素晴らしい。5体編成で今ようやく死んでいって、ボマーから出たやつもいると思うんでね、2体ぐらいしか死んでないっていうところでかなり余裕がありますね。食い火に対してこれウォールブレーカー使わずにね、1マスの壁のところを誘導してる形になるので、枠数も節約できるっていうところで、クイーンのコントロールから始まった素晴らしい全開でしたね。さあ、ファーストアタック全開していきまして、対して対戦相手、クイヒーディガホグ。ちなみにね、さっきもトーナメント表見せたと思うんですけど、次の試合がね、ストラットとトライブなんですよ、対戦。次の試合っていうか、僕らの次の、この試合の後に、トライブ対ストラットの試合が放送あったんですけど、めちゃくちゃいいマッチングで、ちょっと僕はもう結果知っちゃってるんですけど、すごいね、いいそれリカバリーすんのみたいなのがね、あったんでね、興味ある方、リンク貼っとくんでね、見てみてください。いいマッチングですよ。でも、リンク踏んだ瞬間に、もうこの試合の次の結果とか見えちゃうかもしれないんで、それが嫌な方はね、自分で管理してください。さあ、バルーンを大量に使いまして、ここは火力を調整しつつ、ウォーミングチェックバルーン入れて、
僕1体ぶちかましてもいい気がしたけど、まあ、かまさない方がいいか。こうなるなら。いや、早いな、そのポイズン。だいぶ、早まったな。さあ、ディガホグスタート。フリーズかけていきつつ、どうか、弊社セット。結構入りに罠が固まってるんで、序盤辛そうではありますが、おー、ラバ割れないタイミングでのインビジブル。からのラバフィニッシュ。ここで早めのクロークですが、5ダックダウン。落ちロクイン。さあ、記録が長かったな。いいレイジ。ウォールブレーカー出さないのかな。ウォールブレーカー。大工につけろ。今だ。来ませんでした。さあ、呪文はすべてなくなってる。お、いいぞ。防衛クイーンが強い。防衛クイーンがロイヤルチャンピオン打ち抜き、投石も働いていく。頑張れ。頑張った結果、これはきついな。マルチが届いてるんですけど、強いね。入りのね、この結構な罠のところもね、簡単に突破されつつ、トムもね、パッといって。リガホグ自体は全部消えたんですけど、食い火が死なないね、こうなるとね。序盤のサイドカット結構重めにバルーンたくさん使ってったんですけど、そういうケアと、まあ援軍処理のところもね、割と大げさなぐらいにケアしてってたんでね、ポイズンとかも。作品も数2人目もなんとカズマくん、ディガホグということで、ディガホグが2連投、なかなか珍しいかなと思います。あんまり、クイーンウォカズ自体がね、ディガホグがあんまりやらないクランでもあるし、対戦相手でディガホグめっちゃやってくるクランとかあるんだけど、結構それってインドのクランだったり、なんか決まってたりするんだよね。あのクランはディガホグやるよみたいなね、前情報としてディガホグやる人がいるみたいな、そういう情報があったりするんですけど、どうだったんだろう。ちょっとね、正直あんまりわかんなかったんで、このクランに関しては。でも、ウィナーズで勝ち上がってね、ここまで勝ち上がってる来てるから、すごいことだと思う。このクランのメンバーでね、だって VN トンピアイとかね、QSFN が下にいる中で、上位の方に上がってきてますからね、アクセプタンス。すごいなと思うんですけど。ただ多分、スニゴムタウン前通して罠見たかったと思うんですが、ちょっと火力が高い。ホーミング。オーデンゾン痛いね、やっぱり。できればシングルが後ろ構えてるので、クロークはね、使いたくなかったんですが、クローク使ったことで、どっかいいウィザード追加した。ストライカーの挙動がバグったところ、クロークでね、ターゲット変えてたので、ヒーローいないじゃんつってヒーラーに殴り始めたんですけど、そこに対してウィザード追加。火力が高いな。いい。このガゴ素晴らしい。他の動画でも何回か言ったことあると思うんですけど、この、単食い火した時のガゴ投げ毒だから、そのガゴの角度マジで気をつけてやってあげるだけで、こういう解除でね、狙ってできるから、やるといいと思いますよ。カズマくんも結構狙ってやるタイプのプレイヤーなんでね、狙ってると思いますよ。食い火やる人は結構気をつけてると思います。はい。さあ、ヒールがまだ1枚あるんですけど、ここはボムターンに向かって、HP が高いんで一旦ここは許容して奥のマルチ投石まで貯めていくかな。さあ、フリーズ早めにクイーンだけ固めていってロイちゃん延命していく判断も素晴らしいですね。さあ、ウォールブレーカーを奥つなぎつつ、どうだろう、キング見捨ててクイーンのために取っといてもよかったかもね、ここは。さあ、ただ、ここまでヒールを温存してて、フリーズもまだ1枚残ってるので、これはもう勝ち確ですね。クイーン待つ必要もなかったね。さあ、圧倒的ディガホグ繰り出していって、ガーサス。いや、これはね、ガゴが効いたよ。さあ、なんと3連続ディガホグというところでね、なかなか珍しいかなと思うんですけど、ガクもね、もともとディガホグ結構やってたんでね、最近ほぼないですけど、ガクもやってたら4連続ディガホグだったね。面白い。さあ、フランジョが結構外目なんで、援軍釣りに行きましたね。さあ、これはなんとか釣り切ることに成功いたしまして、火力の低いところで援軍処理が行えるというところ。これはお買い得なホグライダーだったな。さあ、バルーム6体と結構多めに積むことで、さっきの人もそうだったんですけど、ルートの整備だったりね、ホーミング。タウン周りはマジでトルネとかホーミングとかめちゃくちゃ多いし、なんならタウン裏に赤爆あったりとかね、その辺が大事になってくるから。さあ、キングのためのサイドカットまで入れてますね。
キングと、スニゴブまで入れて、かなり入念にチェックを入れています。さあ、3にクロス入って、2ダイク入るか？ワンダイク。ワンダイク来た。赤枠。いや、いいホーミングチェック。それはね、タゲ変わるから対地固めた方が本当は良かった。さあ、フリーズクイーン固めていきつつ、そうなると多分ヒーラーがこうやって打たれちゃうから、クイーンクロック。固めるのはね、だから今の対地クロスが本当は良かったですね。ヒーラー死んじゃうからこうなって。さあ、中心マルチの方にユニットが寄るかどうかも大事になってくるんですけど、巨爆いいよ。バネまであった。さあ、どうなる？いいバネ。ここ結構ディガホグ意識した罠っぽそうなんですけど、どうでしょうか。さあ、ウォールブレーカーつけていって、いや、ロイちゃんが落とせるかどうかが大事になってきますが、レイジこっちに行く判断うまいですね。いいレイジだ、これ。ディガホグレイジ効いてるね。クイーンの方がもうここ黒く打ってるけど、インビジブル1枚で仕事が終了するし、火力がね、そんなに高くないので、ディガホグレイジ強い。さあ、罠自体はめちゃくちゃあるんだけど、全く止まらないですね。さっきもね、ディガホグ自体は止まったんですけど、他のクイヒーだったり、外周のキングペッカとかがね、全然ね、ウィザードたちがね、知らなかったんですけど、今回も同じような展開で、なんだろう、トップ戦術ってわけじゃないから、ディガホグってなかなかね、ちゃんと対策してないと止まんなかったりするってところあるよね。いやー、強いな。刺されたな。さあ、2人目までお互いパーフェクト、3人目、ホッサンというわけで、オッツイズラバルっぽいね。なかなかもうね、単横シングルがね、基本っていう話はね、どの動画でもたくさん言ってるんですけど、もう2本置いちゃいましたね。1本じゃ飽き足らず2本置いてやろうというこの性格の悪さ。非常にこれは性格が悪いですね。さあ、裏から、ラバハウンド縦に突撃艦。罠は結構据えて、赤バクがなんかパラッパラ見れましたね。これ届くの熱い。さあ、多分どうだろうね。最悪届かなくてもいい突撃艦かな。これは狙ったところにはしっかり届いてるんですけど、多分最悪届かなくてよかったと思う、これは。内側削れるだけでも全然良くて、リカバリーでこっち削れればいいから。ただちょっとタウンが起動しちゃいましたね。そこだけちょっとめんどくさい。さあ。これはタウンにクイーンだけぶち込むスタイルにはなると思うんですけど、アーチャーでちょっとラバハウンドの位置を調整してますね。AT が入らないところに素晴らしい。さあ、ラバ処理しつつ、キングロイを9時の投石区画に入れていく形になると思うんで、まあ、最悪9時が落っこちたら、まあ、この辺落ちつつ残ったシングルとかをね、適当になんか、ちょろちょろやるしかなくなるんですけど。さあ、9時の方はちょっと対策されてそうではありますね。テスラが5本置きつつ、リクスケありつつってなると。でも単砲、すごい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 。そんな、うわー、ずるすぎる。すごい、リクスケに反応したクイーンが、9時合流した。やばすぎる、このスーサイド。やば、タウン爆破で死ぬはずだったクイーンが、スケルトンを追っていって、3ヒーローのスーサイドに合流しましたね。そんなことある？さあ、これ、ストライカー添えていって、ロイちゃんの延命に入ってます。頑張れ、耐えろ。能力残せ。惜しい。さあ、追いのストライカー追加。今回もともと4体編成なんで、キングに当てるようなやつだと思いますね。ロイちゃんを延命していきたかったイメージだと思うんですが、しっかりここ、もうキング生き残ってるのも強いな。クイーンがもうこれ残ってるから回収速度も爆上がりですね。いや、このクイーンすごいな。コントローラー付きで帰ってきたわけなんですけど、このクイーンの回収力が最後、だいぶ時間にも影響してそうですね。さあ、呪文がしっかり残ってるので合わせていって、まあトルネはあるよね、こんなにシングル2本も置いてたら。さあ、くるくる回されていって赤バクが軽くヒットしていきましたが、全く問題ないですね。うまい。さあ、キングとクイーンは両方最後まで生き残っての旋回というところで。
珍しいな。だいぶ珍しいクイーンの動きになりましたね。さあ対戦相手スーパーボーラー。クイーンおかずは3連続全開ということで、いいスタートが切れてます。さあ、おでひスタート。あ、それやってない？あ、オーデン取れてんのか？なんだ。バルーン取ってんのか？ほんと。しえ。どこまで見んだろう、これ。ウィズトだ、エリポンかな？エリポン切って入るんかな？そうなると、対地は外れなそうな雰囲気あるけど、どう？あー、クイーンで引っ張れんのかな？ウッドランチャー型ですね。あ、そこだけでいいんだ。なるほど、エリポン残してきた。ってなると外れるね。さあ、アイゴレ突っ込みつつ、ボーラースタート。いけ、どっか行っちゃえ。AT 残れ AT。あー、これ多分流れたぞ。さあ、これはただ、まあまあいい感じには入ってがいる。9時キングだけってもともと見てたのかな。あ、ロイちゃんも追加していく。さあ、フィスト使いの。フリーズ打っちゃいたいよな。さあ、トームかけていって、ポイズンを合わせていきました。さあ、タウンホールまでの道はウッドランチ入ってレイジロードを作って綺麗には取れてるんですけど、これタウンバカいいね。綺麗にどんどんユニットがポイズンに突っ込んでいく。すごい。赤バクもヒットして。さあ、ロイちゃんの方これかなりきついぞ。さあ、ブーメランぶっ飛ばしていきますが、インビジブルないね。フリーズかけるけどかなり苦しいね。いいテスラだ。これいいテスラリクスケ来た。いいウォールブレーカーターゲット。そんなウォールブレーカー必要だったか、この配置。なんか、ユニット変えればよかったのに。さあ、もうレイジをかけていって、3時を拾ってから12時行かなきゃいけないんですけど、このアーチャータワーが落とせてるかどうかが大事でしたね。落とせてればワンチャンあったけど、下側だけでいいから。さあ、どうなる？時間との勝負になりそうですが、クイーンの方もシンプルにちょっとこの辺火力高いんで、打つかな？打っていく。打っていって、ジャンプで飛んでいきましたが、リクスケルトンがこんにちは。あ、意外と火力、どっちにしろ時間がないですね。12時が削れた世界線であっても、下が削ることができず、全然間に合わず。ぴょんと飛んで終了。88%でかい。ようやく1個目の防衛が生まれましたね。さあ、クラウス。スケルトンインビジブルコウモリ。お、2発ありますね。これはシングルマルチ両方、両取りいきそうですね。クランジョシングルマルチ両取りのトライデントアタックが来そう。いや、これマジでむずいよ。来た。あ、そうだ。コウモリとスケルトンの違い何ですかみたいなところね、たまに聞かれたりもするんで、その都度なんか個別にコメントに答えたりとかもするんですけど、今のすごい分かりやすい例だったんだけど、コウモリって防衛施設を殴ってくれるから普通にね、防衛施設へのダメージが全然スケルトンより高いですよみたいな話もあるんだけど、こういう壁際のやつってコウモリって多少内側に置いても壁関係ないから近い防衛施設に殴ってくれるからちょっとアバウトに内側置けるんだけど、これスケルトンでやろうと思ったらバカむずくないですか？このシングル IT とこのマルチを両取りしようとした時にこのシングルに合わせるスケルトンのキワキワマジで攻めなきゃいけないやつ、この壁置くできるんだけど、でもコウモリでやった方が広いし確実だし安全だよねっていうところもあるね。さあヒーローパートスタートしていって、これはかなり対策されてそうですが、ここはゴリ押し突破していく。なんなら美味しいまである。これ対策してんのに突破できちゃうのおかしな話なんですけど、
うちの人たちね、対策突破してくるからね。いやいやいや、陸助4個とテスラと巨バックめっちゃ置いたんですけどっていうね、クレームをね、みんなで。こんなん配置、これ突破されたらもう何も守れないやんって感じなんですけど。さあ、これは圧倒的ラバルの予感。ラストフリーズかましていきつつ、投石の真上をラバがプカプカ走っていって、いいトーム。投石の竹がしっかりバルーン入ってる間にトームを打って、ここヘイスト突破。ストライカーをここから角度変えて、陸にね、反応する防衛施設がないというところで、ここはストライカー刺さっていって、処理しきる。うまい。手元にバルーンも3体残っている。強っ。もう初手の呪文ストライデントアタックがね、決まった時点でだいぶ爆発なんですけど、ヒーローの方もね、テスラ内側5本と、クイーン処理、キングロイちゃんだけでこなしつつ、まあバルキリーとかは持ってきてはいたんですけど、クイーンの方に使ってましたね。さあ、クイーンウォーカーズ4人連続全開対して対戦相手4人目。まあ相手は1人でもこけたらほぼ終わりで、まあてか終わりか。さあ、クイヒードラゴンライダーですね。この人は見たことありましたね、ちなみに。さあ、テスラ。短軸イヒで、まあ1マス空いてる投石に誘導したそうなんですけど、このまま何もしないとなんかちょっとだるい挙動してくれたりしないかなとか思いつつ、くるんといかんかな、頑張って。おー、くるんとしたけどだな。入り込んだだけだな。さあ、ライダー採用。ライダーイーグル落としですね、これは。ホーミングが綺麗に解除されていった。しかもこれこの辺切ってあるから戻ってくる。切ってなかったらワンチャン怪しかったな。さあ、フォーミングチェック入れつつ、うおー、見抜かれていく。いい嗅覚してるな。これでもうフォーミング3ついかれましたね。あ、ナイスヒット。素晴らしい。お、ナイスヒット。素晴らしい。トルネード。さあ、このトルネはキングを止めるためだけに働いている。ちょっと無駄トルネ感はなくはないが、ここでいい巨爆、いい小爆、いい小爆。これはウッドランチャーのダメージ削れたんで、しかもクロークも入ってる。これめっちゃきつくない？ホーミングが解除されましたか。さあ、ヒーラーも結構数減ってキングに反応してクイーンが、これルートばっか崩れるぞ。アイゴレヒーラーとかしてくれ。ヒーラークイーンについちゃった。どっちにしろでもすぐ解けるね、これは。ライダーパートスタートなんですけど、これかなり苦しそうだけど、さあ、キングはタウンホールまで届かない。ヒーラーはこれで解けて、殴って戻っ、おわ、こっち行け。お前、いや。大工あったらこれ、だいぶ話変わったな、多分。大工1個あったら多分これだいぶ話変わってましたね、マルチシングルのところ。あ、そういうのあるんだな。うーわ、オーデン入ってる。おでんもう一発。いや、星1やん、こんなんもう。行かれたんだが。マジか。まあ逆にでもこれリカバリーで持ってくのすごいですけどね。まあ、簡単なリカバリーではない大事故だったんですけど、引かれましたね。マジか。やめてほしいですね、普通に。さあラスト、パーフェクトかけて取ったら勝ちですね。まあ相手が88だったんで88、まあ89以上で勝ち確と。やっていきましょう。クヒライダーということで。最初ディガホグが多かったんですけど、途中からライダーも多くなりましたね、クヒライダー。クヒライダー自体もなんか最近結構多く見る気がする。クイラバもね、なんだろう、一時期クイラバがめっちゃ多かったんだけど、で、ライダーあんま見なかったよね、全体的に。最近めっちゃライダー多い気がする。
やっぱりライダー強くねってみんななってる多分。さあ、いい角度で援軍釣りにできましたね、これは。クランジョギリギリのラインなんですけど、援軍釣ることができて、これはね、いい。正直釣れないかなと思ってて、釣れたらいいなと思ってたんですけど、うわ、ラッキー釣れたと。このホグライダー2体は、あれですね、援軍釣り用で持ってきてたんで、最悪釣れなかったら釣ろうと思って。多分釣れないだろうなとは思ってたんですけど、こういうのって釣れない読みでしっかりケアしとかないとね、釣れなかったこと考えて、で、このホーミング当たった時に、マジか、つって。ここね、あえてこの配置とか多分そうなんだけど、このシングル天才で食い火で、下からライダー来てくださいみたいな顔してるなと思ってたんだけど、それの誘いに乗りませんよと思いつつ、さあ、キングをこちらスタートしていきつつ、対地クロスとかね、ずっと先に一マス開けてあげることで、この対空砲とかね、対地クロス綺麗に折って、この6時の区画に誘導できるので、そっちに持っていきつつ、スケルトンタゲでシングルの方、フィストも盾となる。トルネがここにありましたね。さあ、ライダーパートスタートと。結構、相手の想定してる攻めじゃないことしてるなと思ったんで、これは刺さったらいけるなと思いました。結構それで、プランの時に相手の裏書いてるかどうかの自信みたいなのって大事なんで、これ絶対相手考えてないから対策されてないわみたいな自信とか、その辺の肌感結構大事だったりするんですけど、ロイちゃんもね、ここマルチまで突破できると思ったからライダー採用ですね。ラバルとライダーの採用の違いはやっぱマルチとかこの辺のね、ハイダメージに耐えれるかどうかみたいなところも結構重きを置くんですけど、今回はロイちゃんのレスキューのためにインビジブル使いつつ速攻ブーメラン。さあ、頑張れ。キング強すぎだろお前。その 1B で勝つんかお前。マッチョすぎる。ちなみに見てました、このクランジョにね、僕4回ぐらいガーゴイル投げてるんですけど、全部赤枠に回収されてざけんなーと思ってました。2回に分けて2体ずつ投げた。2回に分けて全部食らった。確かにな。綺麗に分けとけよ。さあ、とはいえ食い火が死なないルート作りできたんでね、最後まで回収してくれてフィニッシュでした。パーフェクトゲーム。さあ、ラストアタック。突筆かな。これあれやん。さては。これさては。トライハードなぞってきた、さては。違った。そこから行くんだ、普通に。ロケバルスで、解除しつつ、罠も見つつ、ダウン突。綺麗に決まりましたね。ラバ処理対地クロスまで見ていく。強い。さあ、9時よせーの。タウン越しに結構削れちゃったね。これはいかれそう。スニゴブカット。もうスニゴブめっちゃ伸びそう。いいスニゴブだ。金食いで透析ロイちゃんまで行って3時マルチロイちゃん見てラバル巻き込みかな。そうなると6時4時3時とかで見て行くのか、シンプル上から行くのか、どっちかになると思うんですけど、おっさんなら下から行きそう。リスト強そう。ロイちゃんブーメラン。結構もうロイちゃん単品で、下から来たね。エイストラバルつけつつ、このフィスト強そうだよな。このフィスト強えわ。イーグルのタゲをキングが取ってるうちに、しかもキングまで巻き込んで殴っていく。ちょっとダメージ入る。キングがクイーンを。さあ、ストライカー追加で出していきつつ、ドームヘイストで、これはクイーンからターゲット入って、クイーンクロークもあると。フリーズヘイスト。フリーズが残り2発あると。これは積んだね。圧倒的。
ちょっと回収バルーンが足りないから出すには早かったかな、それは。さあ、フリーズ。対空砲だけを固めていって、なんかクイーン来た。フリーズは撃たない。うん。トルネード巻き込まれますが、前回取られていく。いや、強いな、意外と。14点取られましたね。普通に危ない。やっぱここまで勝ち上がってくるだけあるね。はい、というわけで終わってみて15対14、無事1回戦というかもう決勝ラウンドなんですけど、ベスト4進出でございます。しかもアッパーだからね、ローバーの人たちはもう負けたらおしまいなんですけど、アッパーはね、まだ1回まで負けれるっていうところで、次の対戦相手はね、ドライブゲーミングかストラートの勝った方の試合というところでございます。動画のタイミング的にね、明日にその対戦が来るようにはしておきますので、ぜひ合わせてみてみてください。今日はそうだな、ディガオが非常に多かったりとか、ライダー系もちょこちょこあって、クラウスのね、トライデントアタックもありつつ、いつも通りのクイーンウォーカーズのパフォーマンスができたんじゃないかなと思います。はい。というわけで今日はこんな感じだと思います。